こんにちは。ジェームズのティータイムへようこそ。かなり謎の経験ですが、私は2023年、まだ19歳の時、夏に日本の山梨に行って、3週間果物の農園でボランティア活動をしていました。その農園で死にそうになったけど、今は最高の思い出になっています。でもね、給料をもらわないのに、わざわざ世界の反対側の国の田舎に行って、毎日猛暑で肉体労働するなんて変ですよね。そういう人はなかなかいないと思うんですけど、私は19歳の時、そうしました。猛暑で脱水、コンビニの弁当が嫌いになったこと、桃食べ放題、いろいろ大変だったし、いろいろ面白かった。この山梨でのボランティア活動の話を2つの動画にして、この動画では山梨でボランティア活動をした理由と、その大変な内容を話します。パート2では山梨が大好きになった理由と、ボランティア活動以外の面白い出来事を話します。まず、なんでこのボランティア活動をしたか。2019年、初めて日本に行った時にホームステイをしたんですけど、それが日本との出会いでした。イギリスに帰って日本語を勉強し始めました。そして日本語をもう3年間ぐらい勉強してて、勉強すればするほど日本のことがもっと好きになって、また行きたいなーって思うようになったんです。でも行きたくても普通の旅行では行けませんでした。問題はお金。飛行機代もホテル代もめっちゃくちゃ高くて、大学生なので正直そんな余裕がなかったんです。でもどうしても行きたいと思っていろいろ調べた結果、宿泊と食事を提供してくれるボランティア活動があるって知ったんです。それで自分は体も丈夫だし、もともと農業が多い地域の出身だし、農業ボランティアならできるんじゃないと思って応募してみました。そしたらたまたま合格したのが山梨県の南阿武市にある果物の農園だったんです。そこには桃、ぶどう、梨、すももなどもあって、果物が大好きな私にとってもうフルーツ天国でした。宿泊は他のボランティアと一緒にゲストハウスに泊まっていたので、宿題はタダ。しかも朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんまでちゃんと作ってくれて、食費もほとんどかからなかったんです。学生には本当にありがたかった。働くのは週4日で残りの3日は休み。だから仕事もあるけどちゃんと自由時間も楽しめました。農園には日本人のボランティアもいたんですけど、外国人もたくさんいました。香港、スウェーデン、カナダ、アメリカ、スペインなど、いろんな国からの人がいて、すごく国際的な雰囲気でした。日本だけではなく、他の国についても学べて、本当に面白かったです。ただ一つだけ。私は3週間いたんですけど、他の人たちは平均で5日間ぐらいしかいなかったんです。だから他のボランティアの入れ替わりが激しくて、いろんな人に出会えました。そして私は3週間いますって言ったら、こんな生活3週間もするのってよく言われました。しかも日本人の大学生を除いては、当時の19歳の私よりみんな年上でした。それでちょっと面白い弟キャラみたいな感じになってしまったんです。農園での主な仕事はとにかく草刈り。もう毎日ひたすら草刈りでした。それ以外は収穫や水やりを少しだけして、ある日は駐車場の案内を任されたこともありました。で、実は日本語と英語が両方できるのが自分だけだったんです。だからそれで一番年下だったのに自然とボランティアのリーダーみたいな役割をやることになっちゃったんです。毎朝上司から作業リストを受け取って、その日の作業の順番を考えたり、ボランティアの人たちの得意分野や希望を見て仕事を振り分けたり、さらにそれを日本語と英語の
両方で説明するみたいな感じで、最初は正直、初対面の人を指導するのって結構難しかったんです。しかし、だんだん慣れていって、そのチャレンジが楽しくなってきました。でも、一番楽しかったのは、駐車場の案内でした。農園は桃狩りとかができる観光農園だったので、日本全国からお客さんが来ていました。だから、いろんな人と駐車場で話せたし、敬語の練習にもなったし、めっちゃくちゃいい経験でした。もちろん山梨の田舎で、私みたいな日本語ペラペラの外国人が駐車場案内をやっていると、すごく目立つんですね。だから何回も、なんでここにいるのって驚かれて、毎回説明するのが大変でした。そして休みは週に3日あって、猛暑の中で30分歩いて、ラーメン屋に行ったり、公園に行ったりしました。あと、週末には他のボランティアと一緒に甲府まで遊びに行ったりして、仕事だけではなく、たくさんの友達も作れました。いい思い出がたくさんあります。いい思い出はいっぱいあるんですけど、正直言うと、作業はめっちゃくちゃ大変でした。理由はとにかく暑すぎました。山梨って盆地なので気温が上がりやすくて、最高で37度まで上がりました。イギリスの夏なんて25度を超えることすら珍しいのに、その猛暑の中で5キロぐらいある草刈り機を持ってずっと動き回ってたんです。もう汗が止まらなくて、体の水がどんどん出ていく。休憩の時に横になったら、ここで脱水でもう死ぬかもしれないと思ったぐらいです。暑さに慣れていない人にとって本当に大変でした。だから農園の上司がちゃんと休憩時間を作ってくれて、ポカリスエットを飲んでくださいってみんなに勧めていました。で、暑さだけではなくて紫外線も本当に大変でした。私は肌がとても白いので、日本では肌が白くていいねとかってよく褒められるんですけど、肌が白くていいことばかりではない。紫外線に弱すぎて日焼け止めしてもすぐ日焼けして真っ赤になります。その後黒くならないで結局また白に戻ってそばかすが増えるだけ。しかも放っておくと皮膚がんのリスクも高いので、日焼け止めを塗ってさらに長袖を着て作業してたんですけど、そのせいで余計に暑い。もう蒸し暑い地獄でしたね。あともう一つ大変だったのが私の身長でしたね。一度だけブドウ園で草刈りをしたんですけど、ブドウ園って天井みたいなのがあって、その天井が180センチぐらいでした。で、私は185センチぐらいあるので、ずっとかがんで作業しなきゃいけないという状態になって、背中がめっちゃくちゃ痛くなりました。日本に行って日本のコンビニが大好きになる外国人が多いみたいですけど、私はこのボランティア活動でコンビニの弁当が嫌いになりました。なぜなら1週間夕ご飯に毎日コンビニの弁当を食べたからです。そして量が足りなかったし、コンビニの弁当って種類がそんなに多くないので、同じ唐揚げ弁当を3回ぐらい食べたと思います。まあでも農園の上司がとても優しい感じの人だったので、プライベートの事情があってそうなったと思います。あと、食事は悪いことばかりではなく、昼ご飯は毎日めっちゃ美味しかったです。さらに言うと、桃の収穫の時期だったので、桃が食べ放題でした。それで、他のボランティアたちと桃をいくつ食べたかという表を作って、私は3週間で合計65個も食べました。毎日平均3個以上食べたということになりますね。いやー、めっちゃうまかったです。果物で人生で一番うまかったと思います。でっかくてジューシーでほんのり甘い。最高ですな。
このボランティア活動で山梨のことが大好きになりました。自然は豊かだし、ご飯は美味しいし、何より人がめちゃくちゃ優しいんです。外国人の私のこともすぐに受け入れてくれて、頼んでもいないのにいろいろ手伝ってくれようとする人が多かったんです。ここは本当に暖かい場所だなって思いました。好きすぎて留学中にも山梨にまた3回も行っちゃいました。行けば行くほどもっと好きになって将来ここに住みたいかもと思うぐらいです。あと、桃を作るのがどれだけ大変か身をもって体験したので、留学中にスーパーで山梨産の桃を見つけたとき、もう買わざるを得ませんでした。その桃を食べながら農園での汗だくの日々を思い出して、行ってよかったなーってしみじみ感じました。今回の動画では語りきれなかった優しい山梨の人たちとの面白いエピソードはパート2で紹介します。来週出すのでぜひチェックしてください。もう出しているなら説明欄にリンクを貼っておきます。もしこの動画が面白いと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして他の動画も見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。